今日はこんな小さな箱に収納できる駅のジオラマを紹介します。例によって保管箱への表示は我が家の基本です。僕がセクションジオラマを始めるきっかけになった記念すべき第1作なんです。小さな箱で管理するホコリ対策もありますし、そもそも保管場所をどう節約するのか、車両もレールも含めた僕の永遠のテーマになっています。我が家の地方鉄道鹿湯温泉駅、ご紹介しましょう。はい、電吉クラブです。今日もご視聴いただきありがとうございます。電吉クラブは N ゲージ鉄道模型の新たな世界観として猿の屋電鉄という架空鉄道もやっています。国鉄型や大手私鉄型ばかり集めていると、それらの列車がすっぽり入るジオラマなんてとても大きなものになってしまいます。こちらは海老名のポポンデッタさんのジオラマですが、我が家ではこんな大きなレイアウトはどう考えても無理なんです。それなら小さな電車を 2,3 両つないで走る地方鉄道ならレイアウトを持てるんじゃないとなったんです。僕が考えてしまうのは、まずは保管をどうするかなんです。当時近くのホームセンターで買えたこの箱に収まるような小型の駅ジオラマを作ってみようと思ったんです。作品とまで言えるかどうかですけど、開けてみましょう。こんな感じに入れてあります。こちらが駅前商店街になる部分です。こちらが駅の裏側の住宅街になる部分です。この商店街はこんな風に 1.2 ミリのプラ板をアースカラーに塗装してトミーテックのジオコレ商店や旅館を貼り付けただけです。ジオコレ付属のすだれや旗など小物部品は貼り付けておくといちいちばらけないので便利です。買い物客や通行人などを配置して賑やかな駅前風景をイメージしています。駅裏の住宅街ですが、これもプラ板に塗装だけしてジオコレの民家を貼り付けています。このように歩道を作ったり電柱を取り付けたりすると、静かな駅裏の住宅街がイメージできます。収納テクニックをご紹介しますと、下に入っている駅ジオラマの屋根などにスチレンボードを乗せることで2段重ねの収納ができるんです。こうすることで鹿湯温泉駅の駅舎とホーム部分が下から出てきます。昭和30年代から40年代を意識した古めかしい駅前ですが、バスを待つ乗客やお店で買い物をする人々などを配置しています。ちょうど私が幼少期の頃の時代設定で古き良き時代なんて言われる頃を再現しています。ここに古めかしい駅舎があって、駅舎に上がる階段があります。こちらにお店があったり、こちら側にもお店があったりで、駅前にはバス乗り場の風景があります。こんなボンネットバスが走っていたんですよ。ベースは 1.2 ミリのプラ板なんですが、路面の表面にはスウェード調スプレーのダークブラウンを使いました。温泉駅ですので、駅周辺はお土産屋さんがないといけないし、賑やかさを出すために道路の向かい側の商店街も作りました。こういう感じでセットします。駅前の風景などの作り物は置くだけなんです。なのでセットもとても簡単なんです。今度はプラットフォームの側から見てみましょう。ここに線路があって、駅舎があって、バスが止まっていて、向こう側に商店街を形成するお店や旅館があります。線路のこちら側にも何かないと寂しいですよね。そこで作ったのがこちらの住宅街になります。これですね。
閑静な住宅地でちょっとした樹木などを植え込んでいます。セクションジオラマの全体像はこんな感じです。掛湯温泉駅。僕の地鉄では終着駅に近い温泉急行の停車駅です。駅舎と駅前のバス乗り場へズームインしてみましょう。温泉客ばかりでなくて、この駅を利用して通学している高校生の姿も見えます。バス停方面から駅前の商店を望みます。名物の温泉まんじゅうの看板があるお土産屋さんですね。熱々の温泉まんじゅうにお客さんが群がっています。田舎の温泉街の午後のひとときでしょうか。反対側の旅館の前にもこのような商店があります。お店の横では麦わら帽子をかぶった少年がセミ取りをしていますよ。
それでは我が家の地方鉄道樽の屋電鉄を盛り上げてくれる車両たちを少し紹介したいと思います。鉄コレでいろいろな小型電車が発売されていますので、基本は鉄コレ電車の色を塗り替えたものになります。例によって加藤の収納ケースにスチレンボードと画用紙で12両収納できるように改造して使っています。こちらは100型といってちょっと前まで樽電の主役だった電車です。そのため2編成あります。こちらは120型といって100型と同時期に樽電を盛り上げてくれた電車です。こちらへ来て140型です。都市の発展に伴って3扉車が必要になったので導入された電車です。そしてこんな色をしているのは160型です。統一感があるようでそうでない車両もいる樽電らしいところです。ちょっとお顔も見てみましょう。ピント大丈夫でしょうか。湯田中行きなんて書いてあります。もちろん樽電の世界観の湯田中ですから本物の湯田中とは無関係ですが、長野電鉄をかなり意識しています。そしてこちら50型、元小田急車だった電車です。自鉄電車は全部で7箱もありますので、今日は全部を紹介しませんが、あと2箱だけ紹介させてください。これはレールウェイズの DVD に入っていたパンフです。中井貴一扮する主人公の頑張りにやる気をもらった映画です。よかったですよ。こちらの箱はさっきの箱よりもう少し古い時代の樽電の車両コレクションになります。こんな小さな電車から始まったんです。12メートル級の樽電開業時の電車で10型と言います。この辺から樽電の歴史なんてものを妄想を始めて、それに沿って車両やジオラマを作っていく。これがまた楽しいんです。今手にしているのは20型です。12メートルの10型が小さくなって次に準備した車両です。まだまだ現役で本線を走っています。これはレールウェイズに出てきた中井貴一が運転したデハニです。車体の端っこに荷物室があるのが特徴です。樽電の世界ではデハニ50型と言いまして、一畑電鉄のカラーのままで活躍してもらっています。三つ扉のデハ50型なんていう車両も設定しています。歴史観からすればこちらのデハ20型が先輩ですかね。赤やクリームの塗装も一両一両個性的なのも気に入っています。同じデハ20型でも湘南型がいたり、シルヘッダーがあったりなかったり、ほんと樽電って個性的なんです。本日最後のご紹介は樽電に温泉急行が登場した設定で揃えた車両たちです。パッケージに湯煙が映っていますが、こちらも最新鋭の樽電の仲間なんです。いずれご紹介いたしましょう。温泉急行入江は基本2両編成でオール転換クロスシートの座席指定電車です。グリーンとクリームのカラーリングなので一般車とは一目で見分けがつきました。ちょっとお顔を見てみましょう。急行マークが誇らしげですが、貫通扉のついた一般的な顔立ちをしています。サイドは2扉の間に整然と小窓が並んだスマートな外観で、窓越しにクロスシートが並んでいるのが光ります。系列はデハ200型と言いまして、100型電車などと比べてモーター出力が増強されていました。ちょっとこれ最近っぽいトロッコ電車で夏限定で連結される人気車両なんです。トロッコいでゆ号ってところでしょうか。こちらは増結用の両運転台車で
3両編成を蘇生するときに連結されます。クリームの色が少し濃いのは増備粘土の違いっていったところでしょうか。最後に電吉クラブの液ジオラマ発展の歴史をご紹介しましょう。まずは買ってきた液がプラスチック感丸出しなので着色するところから始まります。当然ベンチや液名表示などの小物部品は必要に応じて取り付けます。ほらこんな感じです。この時オリジナルの液名なんか用意するとがぜん盛り上がってきます。こんな風に液ごとに色のイメージを変えて楽しんでいたんです。次は色を塗るだけではなくて線路を1本配置してみました。こんな感じです。ベースは 1.2mm 厚のプラ板です。素材はミニホームセットではなくて対向式ホームセットです。屋根は他のホームセットから使わなかった部品の流用です。このように後ろに柵をつけたり人やベンチを配置したり植え込みを作ったりしているととても感じよくなってきます。それから架線柱や電柱を配置するとますます駅らしい雰囲気が漂ってきます。線路のこちら側にも鉄路柵を配しています。これはサンケイというメーカーが出してくれているペーパー製のものです。こちらは加藤のローカルホームで作った小さな駅ですが、屋根にも田舎色が強く線路に雑草が目立ちます。先ほどと同様に屋根下の待合所付近への人や駅名の表示など行っています。加藤のローカルホーム屋根、いい感じです。小さな駅と線路1本から始めた駅ジオラマが武井温泉駅に発展しました。このサイズくらいのジオラマなら結構簡単ですよ。小さな駅ジオラマでちょっぴり自信がついて、このような15両編成が止まれる全長2メートル80センチの大きな駅にも挑戦できたんです。この樽の屋駅は線路とセクションジオラマの収納という動画でご紹介させていただいています。それでは最後に筧温泉駅とその周辺をマクロレンズで覗いた映像を見ながらお別れしましょう。鉄道があって風景があってその中を小さな電車がごとごと走る空想の地方鉄道の世界は本当楽しいんです。このような状態を沼と表現されている方がおられますが、行ったら絶対に帰ってこれないケイラズ沼なのかもしれませんね。本日もご視聴いただきありがとうございました。